こんにちは。ココイストテクニカルアドバイザーアートディレクターの野原美希です。今日はココイストのあの商材を使ってこれからの季節にぴったりな少し質感の面白いアニマルネイルをお見せしたいと思います。どうぞ最後までご覧ください。今日はチップの方にデモしますので、ベースジェルの方は割愛させていただきます。今日はベースのカラーに使用しますのは E75 番のスモークカフェラテです。私いつもレオパードネイルするときはだいたいこちらのカラーを使用しています。はい、少し、マット感の強いしっかりと色味の出るカラーになります。こちらを使っていきます。そしてもう一つ大切な商材がこちらですね。ココイストから発売されているこちらマーメイドダストになります。はい、使ったことがある方も初めて見る方もいらっしゃるかと思うんですが、ラメのパウダーになりますね。粒子の細かいキラキラとしたラメのパウダーになります。こちらを使っていきます。ではカラーの方をのせていきます。その時にちょっと特殊な塗り方をしていきます。ブラシの方にカラーを取りましたらば、そのままこちらですね、マーメイドダストのジャーの中にこのブラシに取ったジェルそのままジャボッとちょっとディップしていただいて、ジェルにマーメイドダストをまとわせます。こんな感じでこのまま直でのせていきます。ちょっと分かりにくいと思うんですけど、ちょっとこう質感がちょっとジャリジャリしてるの分かりますかね。こんな感じで、ちょっとね質感が足りないなと思ったらブラシにマーメイドダストをもう一度取って追いパウダーしてください。そうするとこんな感じでちょっとモケモケっとした表面になってきます。ジェルとパウダーをですね、ミックスもともとこうちょっと混ぜて使うことも全然大丈夫なんですけど、そうするとどうしてもこうなんていうのかな、無駄が出てしまったりするので、私はいつもこのやり方でやっています。そうするとロスが出ないですね。無駄が出ないので、このやり方をおすすめします。はい、こんな感じで全体的にちょっとザラッとした質感になりましたらば、よいしょ。はい、ではここで表面がザラッとした質感になりましたらば、一度硬化してください。はい、硬化しましたらば同じ工程をもう一度していきます。ブラシにジェルを取ったらマーメイドダストをまとわせて塗布していきます。この E の75番ワンカラーでもすごくしっかりとつくカラーなので、一度塗りでムラもなくしっかりと質感も出ていたら二度塗りしなくても大丈夫かなとは思うんですが、今日はねちょっとしっかりとつけたいので二度塗りしていきます。ちょっと追いパウダーしてもうちょっと質感を出していきます。はい、こんな感じでザラリとしましたらば、もう一度硬化してください。はい、2度塗り目のカラーが硬化しましたらば、次、はい、こちらです。はい、ベルベットマットノンワイプトップコートジェルを塗布していきます。ここで少し注意なんですけども、ここでマットコートの方ちょっとたっぷりめに塗ってしまうとこの表面の質感が消えてしまうので、ほんと薄くて大丈夫です。表面にさらっとマットコートがつく感じで塗布してください。ちょっと質感消えてきたなと思ったらば、ハケを一旦ちょっときれいにしてちょっとこう余分なマットコートジェルをちょっと取りながら広げていきます。では質感が残りつつマットコートジェルが塗布できたら、ここで一度硬化してください。はい、マットコートの方が硬化しました。表面が艶消しになっております。この次の工程そのまま進んでいただいても
全然構わないのですが、ここで一度表面を、ノンワイプタイプのマットなんですけども、ワイプなどにエタノールをつけたもので軽く拭いておいていただけるといいかなと思います。ベルベットマットの質感がですね、ちょっとだけこれから上にジェルを乗せていったりする場合にちょっと弾いてしまったりとかすることがあったりするので、稀に。なのでここで一旦エタノールで表面を拭いておいてください。では次に使いますのがこちらですね。マーカーズラインノンワイプカラージェルのシックブラックになります。こちらノンワイプタイプのですね、このカラージェルになります。ライナー用のジェルなので少しサラッとしていてすごく使いやすいジェルになります。こちらを使っていきます。で、使うブラシはこちらですね。ココイストのポインテッドブラシになります。これはもうだいぶ私が使い込んだポインテッドブラシなので、ちょっとの毛足が少なくなっちゃってるんですけども、アニマル柄描くときはこの筆がすごくちょうどよくて、だいぶ長いこと愛用しております。こちらを使っていきます。今からレオパード柄を描くんですけども、レオパード柄のように少しラインに強弱をつけたい場合は細いライナーブラシよりもこういうポインテッドブラシの方が描きやすかったりしますので、ぜひポインテッドブラシ使ってみてください。では早速描いていきます。なるべくブラシの方にジェルが少なくなってしまうと描きにくいので、なるべく少したっぷりめにブラシに取ってください。で、バランスを見ながら描いていくんですけども、なるべくなんていうかな、列をなして並ばないように描いていきたいですね、アニマル柄は。あとは強弱をつけていきたいので、このポインテッドブラシの特性上グッと力を入れると太いラインになるし、ちょっと立てて引いてあげると細い線になるので、少し習字のような字を書く時のような要領で、柄の方描いていただくとうまくいくかなと思います。では早速いきますね。どうしようかな、この辺からいきましょうか。これちょっとグッと力を入れて太いラインを作ったら、ちょっと筆を抜きながら細いラインにしていって、また力をグッと入れて、こんな感じでちょっと強弱をつけながら柄を描いていきます。よくアニマル柄うまく描けないって相談受けたりするんですけども、私は結構、生身の動物の画像とかよく見てましたね。検索するとね、動物の画像とかたくさん出てくると思うんですけども、ヒョウ柄とまたチーターの柄も違うし、ヒョウ柄とあとはジャガーの柄も違ったりします。この辺は好みですよね。好みでちょっと探してみたりして、実際の動物を見ながらちょっと参考に描いてみてあげると、なんとなく柄の法則が分かったりするので、そうすると結構ね、すぐ描けるようになったりしますなんて言いながら描いてますが、なるべく並ばないように不規則に入れていきます。で、時々これちょっと輪っかのような感じで入れていくんですけど、普通のドットの部分入れたりするとバランスが良くなるのでやってみてください。で、なるべくちょっと今回は柄を大きめにしています。あんまり細かくしないようにちょっと大柄にしています。で、ここでもう一つ注意点なんですけど、マーカーズライン少しね量が多くなってしまうと、光化不良、特にね黒いジェルとかあと白いジェルとかそうなんですけど、光を通しにくい色なので光化不良になったりするので、あんまり量はつけすぎ注意になりますかね。あんまりつけすぎないようにやってみてください。ポインテッドブラシにねまんべんなくジェル含ませてあげると普通に太いライン描けるので、あんまりつけすぎなくてもいけると思います。はい、こんな感じで、あとは全体を見ながらちょっと隙間が大きく空いてるところがあったりしたら入れていただくような感じでバランスを見てください。
大丈夫かな。こんな感じで次の工程に進んでいきます。マーカーズラインで描いたこちらのラインなんですけども、硬化せずに次の工程を挟んでいきます。はい、先ほどベースの方にも使いましたマーメイドダストですね。これをここで使っていきます。はい、じゃあこちらのね、硬化してないマーカーズラインの黒の方にこのマーメイドダストのパウダーを上からこんな感じでかけちゃってください。今使ってるのはメタルプッシャーですね。メタルプッシャーとかでこんな感じでかけていきます。でラインに触れてしまうとよれちゃったりするので、少し上の方からパウダーをかけるようにして無駄なパウダーを払うみたいな感じでしてあげてください。お客様の手にある時も一緒です。はい、こんな感じで先ほど描いたレオパード柄の方にマーメイドダストを振りかけた状態です。まだちょっとね、全体的にキラキラしてるんですけど、触っちゃうとラインがよれちゃうので、このままライトで硬化してください。で硬化時間なんですが、なるべく長めに硬化していきます。私はここで60秒硬化していきます。はい、ではパウダーを振りかけた部分しっかりと硬化しました。でここからですね、ちょっと周りについたパウダーを取っていくんですが、普通にダストブラシとかでも全然構いません。私はここでこういった、ネイルケアなどに使うネイルブラシ、このね、手洗い時とかに使うこういう簡易的なブラシなんですけど、こういったものでこの表面をしっかりとこんな感じでこすっちゃいます。はい、結構ねしっかりめにネイルブラシでこすったんですけども、このね黒い部分、柄の部分についたパウダーはそのまま取れずにしっかりとくっついてますし、周りについたマーメイドダストもしっかりと取れています。でネイルブラシでしっかりとこすることで、ちょっとこう表面についたマーメイドダストの角とかがちょっとだけ取れるので、もしねお客様とかの場合は、ちょっとこの角の取れた状態でお帰りいただいた方が引っかかりにくいかなと思います。はい、こんな感じ、ちょっとモケモケっとしたアニマルネイルができました。とても簡単にできますのでね、ぜひ試してみてください。こんな感じでベースを白にして黒いラインでゼブラ柄とかを描いてあげると、ゼブラでもこんな感じのモケモケっとしたアニマルもできます。はい、ぜひぜひこれからの季節、アニマルも流行りますし、ちょっとこういったモケモケの質感も、お客様に喜んでいただけると思いますので、ぜひね簡単なので皆さんも試してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。 YouTube ココイストチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ココイストテクニカルアドバイザーアートディレクターの野原美希でした。ありがとうございました。